はい、この動画は Docker でララベルの環境を爆速で作るという動画でございます。最終的に出来上がる環境はこの通りです。Docker、ララベル11、PHP 8.3、Node.js 20.9.0。これが最終的に出来上がる環境でございます。概要欄に補足がたくさん書いてあります。また、ウェブページ、ウェブの URL に出来上がったコードありますので、ぜひコピペして使ってください。チャンネルの説明です。ワンテーマで無駄を省いた爆速解説動画を作っていきます。結構時間をかけて動画の方は作っておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価2秒で終わると思いますので、ぜひご協力お願いいたします。まず最初に適当な場所に新しいフォルダを作ってください。フォルダの名前は何でも OK です。はい、それでは早速 Docker を使えるようにしていきましょう。インストールする方法はいろいろあるんですけれども、自分が使っているのは Docker デスクトップを使っています。理由は簡単だったからです。検索で Docker デスクトップ検索していただくと一番上に多分出ると思います。こちらクリックしていただいて入ると、このような感じであると。で、真ん中の方にダウンロードボタンあるので、自分に合った環境のものを選んでいただいてダウンロードをしてインストールまで進めてみてください。そしたら Docker デスクトップを開いていただいて、右上に歯車があるのでそこを押して、左側リソーシズのファイルシェアリングを押していただいて、一番下に追加する場所があるので、それから先ほど作ったフォルダを選択して追加してください。追加し終わったら右下にある適用を押してください。そしたら VS コードを開いていただいて、先ほど新しく作ったフォルダを指定して開いてみてください。はい。何もない状態になったと思います。そしたらこの状態でいろんなファイル作っていきます。まず最初に Docker Compose YML というファイルを作ってください。そしてフォルダを作ります。Docker という名前のフォルダを作ってください。で、src というフォルダも作ってください。はい、今こういう状態です。フォルダを2つ作って Docker Compose.yml というファイルを作りました。そしたらこの Docker というフォルダの中にさらに3つフォルダを作っていきます。まず ENGINEX というフォルダを作ってください。続いて PHP、 なんか間違えましたね。 PHP で DB、 はい、こういう状態になりました。いかがでしょうか。
まず最初に Web サーバーという表示をするサーバーを作っていきたいと思います。先ほど作ったファイル dockercompose.yml っていうファイルにこのように書いてください。記事でコピーできるようにしてますんで、概要欄の記事から飛んでください。で、先ほど作ったフォルダに ENGINEX というフォルダがあると思うんですけれども、ここに2つのファイルを追加します。1つが下からいきますね。1つ目が Docker ファイルというファイルです。Docker ファイルにはこのように書いてみてください。記述する内容については記事にまとめてありますので、そちらを参考にしてみてください。デフォルトコンフはこのように、コピーして貼り付けていただければ良いかと思います。ファイルの作り方はですね、こうやって新しいファイルってやって Docker ファイルとかデフォルト .conf とかやっていただければ作れると思いますんで、このやり方で大丈夫です。そしたらですね、コマンドを打って実行してみたいと思います。Docker compose up-d というコマンドを打ってください。そしたらですね、本当はなんかダーって実行されるんですけど、自分は一回テストやっててすんなり起動しちゃったんですけど、こんな感じでスタートって出たら OK です。で、動作確認していきたいと思います。Docker compose ps このコマンドを打って、このように何やら新しいものができていれば OK です。で、失敗してると出ませんので、ここら辺の表示が。そしたらですね、実際にブラウザで開いてみましょう。今回自分の設定、ここの URL がですね、ローカルホストセミコロン8900になっております。この URL にアクセスしていただけると OK です。で、この8900のポートの場所に関しては、ここの dockercompose.yml っていうファイルに、ここに8900って書いてあると思うんですけど、ここがそれになってます。なので、他の数字がいい人は、ここの数字いじっていただければいいんじゃないかなと思います。で、今回エラーになってるんですけど、NGX の 1.26 の2が入ったみたいな感じのことが分かったんで、とりあえず一旦動作したということでいいんじゃないかなと思います。先ほどと同様に Docker Compose YML ファイルを開いていただいて、app 以降の20行ぐらいを、追記していただければと思います。さっき書いたのがこっちにあって、その下に書いていただければ良いかと思います。ここら辺に書いてある環境変数って呼ばれるところなんですけど、これは後でデータベースの方を構築するときにこういったテキスト同じものを使ったりするので、はい、覚えておいていただければと思います。次はフォルダ PHP っていうフォルダを最初に作ったと思うんですが、この中にもファイルを作っていきます。先ほど同様に新しいファイルから Docker ファイルというのを作ってください。Docker ファイルですね。で、中身はこんな感じです。同様に
記事の方でコピペできるようにしてありますので、そちらから持ってきてください。で、同様に新しいファイルを作るから php.ini というファイルを作ってください。中は5行ほど書かれております。はい、これも同様にコピペで持ってきちゃってください。で、コピペで OK です。一字一句間違えずに打ち直すっていうことは難しいので、コピペでいいと思います。コマンドを打って、反映させていきます。Docker Compose Up-D、実行すると、こんな感じでなんかダダ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 ダって実行されていきます。これですね。うまくいったときこれですね。こういう表示が出たら OK です。そしたら本当に、動いてるかどうか確認していきましょう。Docker Compose PS というコマンドを打ってください。そしたらですね、この app っていうのは今回新しくできたやつですね。そしたら Docker Compose exec app bash このコマンドを打ってください。そしたらですね、こんな感じで表示されました。今までは、こんな感じだったと思うんですけど、このコマンドを打ったことによってアプリケーションコンテナの中に入ったというような感じで良いかと思います。で、ls、これはフォルダの中にあるファイルを表示するやつなんですけど、空っぽで OK です。続いて DB コンテナを作っていきます。Docker Compose.yml ファイルを開いていただいて、追記してください。DB って書かれたこちらを追記してください。これまで書いたのは上にあります。その下に追加していただければ良いかと思います。そしたらですね、フォルダを作ったと思うんですけれども、 DB フォルダ、この中に Docker ファイルというのを作ってください。新しいファイルから Docker ファイルを作ったら、このように、コピーしてきてください。そしたらですね、もう一個 my.conf というファイルを作って、同様にですね、こちらをコピーして貼り付け保存してください。ここにですね、DB フォルダの中にさらにフォルダを作ってください。データというフォルダを作ってください。以上で作業は終わりです。やったこととしては、Docker Compose YML を修正、Docker ファイルを作成、my.conf を作成、で、フォルダを作成。以上4つ作業がありました。これが終わったらですね、Docker Compose up-d このコマンドを実行してみてください。はい、このように Started ってなってたら OK だと思います。Docker Compose PS で確認してください。はい、こちらにですね DB コンテナ出来上がったというのが分かりますので OK かなと思います。そしたら Docker 的な環境構築は多分 OK なんじゃないかなと思います。ではですね、アプリケーションコンテナ、アップコンテナですね、こちらに入っていきます。Docker Compose exec app bash これを打ってアップコンテナに入ってください。こういう表示あるときは、これはアップコンテナ内なんだな
って思っていただければ良いかと思います。では早速ララベルのプロジェクトをインストールしていきたいと思います。一番最初に、コンポーザーがダウンロードされているかどうか、しっかりインストールされているかどうか確認していきたいと思います。今実行したのはコンポーザー -v です。で、こういう表示がされれば OK です。で、コンポーザーのバージョンとかここら辺書いてますね。これ表示されてれば OK です。そしたらララベルのプロジェクトインストールするコマンドがこういうコマンドを打ちます。ここからですね、コンポーザークリエイトプロジェクトプリファディストって書いてあって、ここララベルのバージョンで、このドットっていうのはこのフォルダの中で打ちますよっていうところですので、世の中の記事にはここにプロジェクト名があるんですけど、このフォルダの中にインストールするんでドットがついております。で、このコマンドに関してなんですけど、例えばララベルインストールとかで検索するとこういうページが出てきて、そこにプロジェクトの作成っていうところでこういうところに書いてあったりします。で、バージョンの指定の方法、こういうやり方になってますんで、こういうふうに書いてるという感じでございます。そしたらこれ実行していきましょう。で、実行したらいろいろ入っていくのが分かると思うんですけど、どこに入っていくかっていうと、この src っていうフォルダ作ったと思うんですけど、この中に全部入っていきます。で、先ほど打ったコマンドドットが一番最後だったと思うんですけど、こういうふうに example-app こういうの書いちゃうと、このフォルダが新しく作られてプロジェクトが構築される形になっちゃうんで、これをつけちゃうと src の中に example-app っていうフォルダができちゃって、その中にプロジェクトができちゃうんで、フォルダが1個無駄になるというか多くなっちゃうんで、ドットで大丈夫です。はい、そんな小話をしてる間に、インストールが終わりそうかな。はい、終わりました。そしたらデータベースの構築もどうやらなんか一緒にやってくれてるみたいですね。ランニングマイグレーションズって言って、このようにドーンうまくいったみたいな表示がなってると思います。これができてれば OK だと思います。こうやってちょっとテキストなんかいっぱい英語が並んでてめんどくさいんですけど、大抵赤色がエラーで緑色はいい感じなはずなんで、こうやって眺めて赤色がなければうまくいってると思って良いかなと思います。はい、そしたらブラウザで本当にうまく環境構築できたのかっていうのを確認していきたいと思います。先ほど、打ったですね、ローカルホストセミコロン8900、これをですねブラウザに打ってみてください。そしたらこういう画面表示できたらうまくいっています。ララベル11 PHP8.3.11 この状態で、うまくいったという感じでございます。おめでとうございます。これで環境構築の方は終わっていますので、ここから好きに作り変えていくという感じでございます。それではですね、データベースがここでうまく接続できたっていうのは確認できたんですけど、じゃあデータベースどうやって確認しようかっていうところなんですけど、一応コマンドでやる方法だけ最後やって終
終わりにしたいかなと思います。別の動画でですね、ブラウザでデータベースの中身を確認できる PHPMyAdmin っていうのを構築するのを作りますので、ぜひチャンネル登録して次の動画確認していただければブラウザでも確認できるようになるので、ぜひ見てください。そしたら、コマンドでやる方法やっていきたいと思います。Docker Compose exec db バッシュかな。はい、OK ですね。このコマンドを打ったら何やら別の感じになったので、これで良いかと思います。はい、こんなところにあるんですね。これは DB コンテナの中に入っております。そしたら MySQL-V していただくと、アクセスできませんって出てしまうので、MySQL、はい、このコマンドを打ちました。MySQL-user-p このコマンドを打ってください。そしたらエンターパスワードがパスワードです。パスワード、はい、8文字打っていただければ OK です。で、今のユーザーっていうのはここのユーザーのことで、パスワードって言ったのはここのパスワードのところが当てはまります。これは DB コンテナを設定したとき、Docker Compose YML に DB コンテナ作ったと思うんですけど、ここにユーザーとパスワードがパスワードっていう風に、はい、書かれてたんで、それを使ったという感じですね。そしたら、MySQL の中に入れましたんで、ここで、show databases なんて打っていただくと、ララベル Docker っていうデータベースがあることが分かります。これは同様に DB コンテナを作ったときに、ここにですね、ララベル Docker っていうのを使えますよっていうふうに書いてるんで、勝手に作ってくれてます。はい。そしたら、use ララベル Docker とやっていただくと、データベースチェンジと出たら OK です。show tables、はい、show tables と打っていただくと、ララベル Docker のテーブル、これですよっていうのがいっぱい出てきて、こんな感じでいっぱいあると。それが分かります。マイグレーションファイルが実行されている中にユーザーズテーブルのマイグレーション実行されておりました。これがしっかりあるというところですね。はい、こんな感じで、確認することができます。ちなみにここからは SQL のコマンドを打っていただければ良いかと思いますので、はい、現在ユーザー0人なのでからですね。こんな感じで、MySQL のコマンドを打てばデータベースが何入ってるか確認することができます。はい、ということでいかがだったでしょうか。ララベルの環境構築終わりました。うまくいった方おめでとうございます。うまくいかなかった方はぜひコメントで教えていただければと思います。何かヒントになるコメントを返せるかと思います。最後に皆さんにお願いがあります。結構動画を作るの大変でございました。時間もかかりました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。皆さんは2秒で終わると思いますので、2秒でポチポチっと押していただければ助かります。ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。それではご
ご視聴いただきありがとうございました。